まずこちらが新品のフィラメントでドライヤーをかけて印刷したもの、そしてこちらが出しっぱなしのフィラメントでドライヤーをかけずに印刷したもの。今回は 3D プリンターのフィラメント、こういうフィラメントを乾燥させて 3D プリントの成功率を上げるフィラメントドライヤーを購入したので、開封&レビューしていこうと思います。ちなみにこのフィラメントドライヤーは4月に発売になったばっかりの新商品みたいですね。価格は Amazon で9199円、1万円以下で購入することができました。では開けていこうと思います。はい、まずはケーブルが入ってました。AC ケーブルで通常のメガネ端子ですね。一般的なメガネ型のケーブルになってます。よいしょ。意外とちっちゃいな。中身はフィラメントドライヤー本体とフィラメントを通すチューブみたいですね。の筐体になってます。説明書が入っていますね。このフィラメントドライヤーに今電源を入れてみました。電源を入れると下の部分にこの電源マークが光りました。タッチパネルになっているところをタッチすると、あんま反応良くないな。はい、ここをタッチするとこのようにパネルが出てきます。今回試してみたいと思うのは PLA のフィラメント、そしてこちらが使いかけの PLA のフィラメントになってます。2個セットで買ったので物は同じフィラメントになっています。こちらは外に出しっぱなしにしてあるフィラメントなので、こちらで印刷した時とこの新しくおろしたフィラメントをこのフィラメントドライヤーにかけて実際に印刷した時どういう効果が出るのかを見てみようと思います。ちなみにこのフィラメントドライヤーの設定の方はこのオプションボタンを押しすると矢印が出てくるので上下でマテリアルや時間などを設定できます。この PV というところを押すと摂氏と華氏を変更することができます。通常は摂氏なのでこの状態がいいと思います。で、一番右側には現在の湿度が出ています。ちなみにこの湿度はこの庫内の湿度になっているので実際の今のこの場所の湿度は 65%、 結構湿度ある、今日が雨っていうのもあるんですけど結構湿度のある状態なのでこの 65% の湿度で放置されたフィラメントと新しくおろしてフィラメントドライヤーで50度で乾燥させたフィラメントはどういう結果が出るのか見たいと思います。ちなみに説明書の裏側、中国語と英語の説明書しか入っていないんですが、一番後ろのページ、あとウェブサイトにも載ってるんですけども、ここにフィラメントごとの種類、そして対応温度、そして水洗の時間が載ってます。で今回は PLA なので A はこのプリセットにある通り50度で4時間から8時間やることで十分な乾燥がするらしいので実際にフィラメントを入れてドライヤーをかけてみようと思います。 OK。 そしたらこの設定ボタンを押してタイムのところを間違えちゃった。ここのタイムで PLA は4時間から8時間と書いてあるので今回は雨で湿度が高いということもあるので8時間回してみようと思います。で実際に8時間の乾燥が終わったらこの裸のまま放置されている使いかけのフィラメント PLA フィラメントとこの乾燥させたフィラメントを印刷してどういう風に違いがあるのかを見てみようと思います。それじゃあこのまま8時間待ちますので8時間後にまたお会いしましょう。忘れてた。この今電源をつけた状態でドライヤーが回ってるんですけども音がうーんっていう音が少しします。どれぐらいの音かちょっとマイクを近づけて見てみましょう。どうでしょうか。結構まあまあの動作音はします。気にならないっちゃ気にならないとは思うんですけど、少し音がし
ます。そしたらこれを一旦開けて、おそらくここからフィラメントを出すことになるので、このフィラメントのそしたら通常通り先端を斜めに切ったフィラメントをここの穴から出すことになると思うので、付属していたこのチューブをここの穴に刺して、チューブの中にフィラメントを通します。こんな感じ。入ってきた入ってきた。出た。こんな感じ。中を通してフィラメントを出しました。そしたらこのフィラメントを 3D プリンターにつけるので、乾燥が終わった後の湿度はだいたい 30% から 34% ぐらいまで下がることができました。この部屋の湿度は現在 64% の湿度があるので、半分乾燥して湿度が半分ぐらいまで下がったということになるみたいです。はい、そしたら、この先端のフィラメントを通常通りエンダー3の上の部分に通してここに入れます。はい、これでセットができたので実際に印刷をしてみようと思います。よいしょ。とりあえずフィラメントを乾燥させた方がまず出来上がりました。ちょっと糸引きがあるかなっていう感じですけど、綺麗に仕上がってますね。ではこのまま裸で放置されていた湿度を持ってしまったフィラメントを使って先ほど作った猫のモデルと同じものを印刷してみようと思います。はい、ちょっと日付が変わって申し訳ないんですけども、現在の湿度が68になってますね。じゃあこれで印刷をしてみようと思います。よいしょ。はい、終わりました。明らかにちょっと汚いな。はい、どうでしょうか。印刷完了しました。明らかにこの時点でクオリティに差が出てますね。こちらが今終わったばかりの室内に放置して水分を吸ってしまったフィラメントで作った猫。そしてこちらがフィラメントドライヤーにかけて印刷した猫。明らかにこちらの方が綺麗にできています。ですね、この使いかけのフィラメントを乾燥させてやってみないと実際に新品と比較した状態では分かりづらいなと思ったので、この使いかけのフィラメントこちらも8時間ほど乾燥させて16とか 20% 前後まで今乾燥させてみました。これを使って先ほど印刷したこの2つのモデルと比較してみようと思います。準備が整ったのでこれを D プリンターの方に挿して放置されていたフィラメントを乾燥させて印刷しようと思います。よいしょ。はい、これどうでしょうか。かなり綺麗に印刷できましたね。外に放置したままのフィラメントを8時間乾燥させて印刷したものがこちらです。かなり綺麗になりましたね。ちなみに乾燥させてない状態が右、乾燥させたものが左です。一目瞭然ですね。はい、かなり印刷の精度が上がったように見えます。というか上がってます。こんな感じ。これいいですね。
はい、じゃあまとめに入りましょう。いかがでしたでしょうか。まずこちらが新品のフィラメントでドライヤーをかけて印刷したもの、そしてこちらが出しっぱなしのフィラメントでドライヤーをかけずに印刷したもの、そして最後に出しっぱなしのフィラメントを8時間乾燥させて使ったもの。明らかにフィラメントドライヤーを使ったことでクオリティが上がりました。はい、このクレアリティのフィラメントドライヤースペースパイを使って印刷をかけてみました。結果としてはドライヤーをかけることで印刷のクオリティがかなり上がるということが分かりましたね。価格は1万円以下の9000円ちょっとぐらいで購入できたので、もし 3D プリンターで溶き玉うまくいかないとか糸引きが発生してしまうという方はフィラメントの状態を改善することで印刷がかなりうまくいく可能性があると思います。なのでもし興味がある方は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。よろしければ高評価グッドボタンとチャンネル登録もよろしければお願いいたします。それじゃまたね。